それではマヤを起動して作っていきましょう。今、ビュー上にグリッドが表示されていますね。今回、全長70メートルくらいの航空機を作るので、グリッドを長さと幅5線、グリッドラインの間隔線、サブディビジョンを1に設定しています。これは10メートルピッチのマス目が100メートル四方に広がっていますよ。ということ。今回はこの設定でいきましょう。あと、なんかグリッドの奥の方が途切れてますよね。これはカメラのクリッピングのせいなので、ビューからカメラを選択して、コントロールプラス A でアトリビュートエディターを開いて、ファークリッピングプレーンを1万にすると、奥まで表示されます。先にやっちゃいましたけど、ニアクリッピングプレーンも10にしておきます。次は、イメージプレーンを作ります。作成フリーイメージプレーンをクリック。できました。イメージプレーンのアトリビュートエディタのイメージの名前のフォルダアイコンから読み込みたい画像を指定します。読み込んだけど何も見えない？大丈夫。今はイメージプレーンが小さくて見えないだけなので、スケールツールで拡大します。スペースキーで4面表示にして、シフトプラス A で4面とも、イメージプレーンが各ビュー内に収まるようにします。左下のフロントビューでイメージプレーンを見ると、真ん中から左に3.5マス分、右に3.5マス分の位置に画像の端が来ています。70メートルの飛行機画像の完成です。同じようにまた、イメージプレーンを作って、上面画像を読み込んで、スケールで側面図とサイズを合わせます。ここで側面図を透かして見えるように、アルファ値のゲインの数値を下げます。0.3 くらいにしておきましょう。アウトライナーから側面図の方も選択して、同じようにアルファ値のゲインを下げます。最後に正面画像のイメージプレーンを作るんですけど、翼のサイズを正面画像に合わせるために回転させます。デフォルト設定のままだと、きっちり90度回転させたいとき、角度を合わせにくいですね。ステップスナップを使うと、指定の角度ごとに回転させることができます。今は30度でやってますけど、90度って入力してもいいです。そしてスケールで翼の長さを合わせます。アルファの経位値も変更します。アウトライナーからそれぞれ選択して名前を付けておきます。上からサイド、トップ、フロントとします。今3枚のイメージプレーンは同じ方向を向いてますけど、正面画像のフロントを Z 軸方向に、側面画像のサイドを X 軸方向に、正面画像のトップを Y 軸方向に向けて回転させます。サイドとフロントは下端を Y 軸0の位置に移動します。あとは自身の都合の良い位置に移動して配置完了です。ここではサイドを -X 方向に、トップを -Y 方向に移動しておきました。モデリング開始です。